今日僕が何を伝えたいかっていうと、僕みたいな素人これ買って今挑戦してるぜと、みんなもやらんかいっていうところね。はい、皆さんこんにちは。車の大自然格家シロピーです。今回はこちらゾータの小型ポリッシャーを購入しました。で、僕は両備の RSE1250 という 125mm のダブルアクションポリッシャーを持っているんですが、ちょっとね大きすぎるっていうのはちょっと語弊あるんですが、細かい部分をちょっと磨きたいなと思って、小さいなんかミニポリッシャーみたいなのをちょっと探していたんですよ。で、YouTube とか調べていたら、マナッチガレージさんがおすすめしていたのがこちらで、なんでこれをおすすめしていたかっていうと、とにかく安い。ルペスとか超一流メーカーが5万ぐらいするのに対して、この中国のポリッシャーなんですが、ゾータってやつは9700円でした。ちなみにマナッチガレージさんの方では7000いくらって言っていたんですが、おそらくね為替の問題で9700円になっています。ちょっとね上がっているんですが、それでもね1万円を切ってくるっていうことで、マナッチさんのことを信じて購入しました。そもそもねマナッチさんこの間コラボさせてもらったんですよ。ですごく共感できる部分がたくさんあって、考え方が似ているっていうのかな。そのうちの一つ、変なビジネスだったり変なことで炎上をしたくないっていう、そういう風にねマナッチさん言ってて、その炎上するのが面倒くさいとかじゃなくて、単純に炎上を恐れていると。だからその消費者の味方である自分はもうどこまでもその消費者の味方をしないといけないと。だからいいものをどんどんみんなに教えていきたいと、そういうことをね言っていました。すごいわかるなと思って。なので、このポリッシャーについて詳しく知りたい方はぜひマナッチガレージさんのチャンネルを概要欄に貼っておくので、ぜひ見てもらいたいなと思います。で、これ実際にちょっと開けてみようと思います。はい、こんな感じですね。小型ポリッシャーで、これがよく3インチとか呼ばれているやつで 75mm のポリッシャーになりますね。で、僕が持っている両備のやつが 125mm なので、5センチぐらいちっちゃくなっているポリッシャーになります。で、これだったら細かいところも磨けるだろうな、一つだったら便利だろうなと思ってちょっと購入してみました。さすがにねまだねそのルペスとかを買う勇気はないので、一旦僕はねこれでいいのかなと、一旦ね。で、それに付随してマナッチさんがちょっとねバフの方がねちょっとっていう話をしていたんですよ。バフっていうのはここにくっつけるスポンジのことなんですが、これはスポンジバフとかウレタンバフと呼ばれるようなもので付属されています。3つほど。僕はちょっとザ・ワンっていうところのウールバフとスポンジバフを1個ずつ購入しました。これがねいいのか悪いのか正直分かりません。で、スポンジバフの違いとしては、付属されていたやつはこう真ん中に穴が開いてないんですよね。で、ザ・ワンの方はこう穴が開いてるんですよ。で、これはなんか熱をね逃がしやすかったりするみたいです。ここもねマナッチさんが教えてくれました。で、そうすることによって熱が入りすぎてコンパウンドがなんか潰れちゃったりとかを防ぐということですね。こんな感じです。もうなんかちょっとかっこいいね。やりたいね。とりあえず今回はこのゾータのポリッシャーと、今回買ったバフを使いながら細かいところ磨きたいなと思ってたところがあるので、ちょっと磨いてみようかなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。で、僕は今回 75mm のポリッシャーを買った理由っていうのが、こういったリアハッチ開けたところのこのリアバンパーの部分ですね。こういったところがどうしても 125mm のポリッシャーだと磨きづらいということで購入しました。実際にね僕が持ってる両備の RSE1250 っていう 125mm のポリッシャーをちょっと当てがってみます。そうするとこんな感じですね。半分まではいかないけど3分の1ぐらいはもうこっちちょっと飛び出しちゃってるんですよ。奥までギリギリでやってもね。で、これが 75mm の今回購入したゾタのポリッシャーだとこんな感じ。若干はみ出るかはみ出ないかぐらいなので、こういった狭い部分をちょっと磨きたくて購入しました。そしたら実際にこの辺ちょっと磨いてみようかなと思います。半分ずつぐらいでいきますか。マスキングテープを貼りました。で、個人的には
この辺っていうか、全体的にちょっと洗車傷が目立ってるんですよね。このカメラで分かるようなところで言うと、この光が強く当たってる部分、この洗車傷みたいなちょっと細かい傷と1個2個ちょっと深めな傷、これはね正直きつそうです。これも結構きつそう。どこまで目立たなくなるのかっていうことで結構がっつりやってみようかなと思います。で使うバフがこれですね、ザ・ワンのウールバフですね。こんな感じでつきました。でこういうのもね揃えていくのがまた楽しかったりするのよね、ちょっと。でコンパウンドがアクアウィングで購入した 3M のウルトラフィーナの超微粒子コンパウンド、かなり細かいものなんですが、バフの方がちょっと粗めのウールバフなので、この組み合わせで一回やってみようと思います。この組み合わせとかはねちょっと正直僕もよく分かってなくて、もうちょっと粗めのやつ使った方がいいのかなとは思ってるんですが、がっつりいきたいけどちょっと今臆病みたいな感じです。で正解みたいなのは多分今後ずっとやっていけばいつか見つかると思うので、一旦はこのパターンで、これが間違ってるってわけではないんですよね。要は時間どれだけかかっちゃうかっていうところが一番の問題で、かなり細かいものなんですが、洗い物に比べて、時間をかけてやっていけばなんとかなるのかなとも思いつつ、いきなりね洗いのとかでやっちゃうとちょっとその後バフ目とかを消すのが素人には大変になってくるのかなと思い、ちょっとあえてこういう形を取らせていただきました。正解かどうかは分かりません。そして実際に磨いていきましょう。でコンパウンドは最初はこれぐらいでいきます。パチンコ玉半分ぐらい。これマナッチさんに教わったことなんですが、これで手4つから5つ分ぐらい磨けるみたいです。だからもうちょっとちっちゃくてももしかしたら良かったかもしれないけど、これでちょっと行ってみようと思います。でまずは、ここら辺やりますよということでこうつけるのがいいみたいですね。僕もこういう風に普段やっていたんですが、この辺磨きますよっていう風にこう目印にするといいって言ってましたね。僕は飛び散らないようにっていうのでやってたんですが、で、速度1から6まであります。最初3ぐらいでちょっとやってみますか。でこれを上に上げると回ります。で下にカチッてやると止まるのでいきます。はい、軽くやってみました。どうでしょう。まだねちょっと傷は残っているので、もうちょっとやっていかないといけないなといった感じですね。でこの辺の深いのはちょっと難しそうな感じですね。でこう磨いてる時に重要なのが、マナッチさんに教わったことなんですが、ダブルアクションポリッシャー、これは横回転と変身回転ですよ。2種類の動きで構成されているんですが、回転が止まりやすい、素人の方は特に。僕もめちゃめちゃそうでした。この横の動き、こうぐるぐる回るこの横の動きがこう角度を変えちゃうとか、あと強く押しすぎる、これは回転に対して強く押しすぎる、そうすると止まっちゃうんですよ。試しにやってみますか。1にしました。今押し付けるとこう振動みたいなブルルルルっていうこういう動きになっちゃうんですよ。これも回転してます。これをギュッてやると回転がすごいゆっくりこうじわーってなるんですよね。これも回転運動していない状態になるので、これは基本的に良くない動きで、あとはこういう角でちょっと細かいところをやろうとしたりしてこう角度を変えると良くない。これ慣れてくるとその振動でこれ当たってないなっていうのが分かるんですよ。だからそこはちょっと掴んでもらわないといけないんですが、こう面でしっかり当ててあげるっていうことがすごい重要。だから例えばこうR してる部分をこうちょっとやろうとした時に、やっぱこう面じゃなくてちょっとこう角度が変わりがちなので、特にこう R の部分とかこう見る角度っていうのもすごい重要になってくるし、こうちょっと気緩めるとこの角度よりちょっと浅いとか深いとかなりがちなので、そうするとうまく磨けないことが多いみたいです。注意してください。傷がなくなるまでちょっとやってみますね。で今僕普通にこう作業しててプレスラインをまたいでこう移動させたんですよ。こういうのとかも角はどうしても削れやすくなっちゃうので、あまりやらない方がいいと思います。はい、そしたら今一応 2,3 回、もうちょいやったかな、4回ぐらいウールバフで磨いてみました。で今ライト当ててるんだけど分かるかな。ちょっとマスキングテープ1回剥がしますね。
で深い傷っていうのはやっぱりまだまだ全然落ちてないんですが、磨き傷っていうのがこうありますよね。今日マスキングから向こうないですよね。わかります？この差ですね。で深い傷はまだ残っている状態です。でウールバフでバーってやったので若干ねこっち側ツヤ感っていうのがあるんだけど、色味っていうのかな、右側の方がちょっと濃いめに出てるんですよね。なのでこれをスポンジバフで磨いて、またさらにね磨いてついた傷っていうのを消していく作業をやってみようと思います。スポンジバフもザ・ワンというところのものを購入しました。でコンパウンド、これは、先ほどと同じものをちょっと使っていきます。で今コンパウンドが飛び散ってこういうゴムのところに今ついちゃってるんですが、これ結構ね取りにくかったりするので、これも僕悪い例ですね。なんかマスキングテープとかでこういったところは、ざっくりでいいのでマスキングしといてあげる。そうすると汚れることもないので、こういう風にしておいた方がいいですね。ちょっと来た大型出たわ。で僕も本当磨き素人なので、あくまでも買って使ってみたっていう感じですよね。参考にしない方がいいっすよなんか参考にするならマナッチガレージさんとか見た方が絶対いいですね。今日僕が何を伝えたいかっていうと、僕みたいな素人これ買って今挑戦してるぜと、みんなもやらんかいっていうところね、面白そうだったら買って使ってみるきっかけになればいいかなと思います。じゃあ行きます。でこのポリッシャー止まるの早いんですよ。止めます。これ RSE1250 だと結構ねブルルルルルルルみたいな感じなんですよ。使ってる人なら分かると思うんですが、置きたいのに置けないみたいな時があるんで、これ止まるの早いのいいなと思いましたね。そうするとこのまたいいね。まだちょっと傷残ってるけどすごいいいねうるせえこいつって思ってますよね。このツヤいいねっていう一枚皮がむけた感じになるんですよね。これがたまんない。でこの仕上げはもちろんそうなんですが、僕がやっぱやってて大事だなって思うのは傷をどこまで消すか。結局今この仕上げの作業をやっててもこういう傷が残ってるとテッカテカのところに傷がこう結構うっすらあったりするんですよ。これがねやっぱ気になってくるんですよね。だからこれをどこまで消すか、消すんだったら最初にしっかり消すっていう作業をしないと、かなりねやっぱ2度手間3度手間4度手間5度手間ぐらいになってくるので、そこはちょっとやりながら、僕もプロじゃないのでどこからどこまでを一旦使えばいいのかっていうのがちょっと判断しにくいんですが、やって慣れるしかないなとは思ってます。やっぱいいね。透明感が増すわ。最高ですよ。ちょっとマスキングテープ取ります。はい、これ分かりますかね。さっきまでは右側がちょっと濃く見えてたのが、この仕上げることによって次逆転しますね。右の方が濃く見えてたのに、これがさらに左側の方が濃く見えるっていうことは、やっぱそのウールでしっかり削れてたっていう証なんですが、この濃さ違い分かります？あとこの傷の感じね。僕みたいな素人がブルルルルルってこんな感じかなってやったぐらいでもここまで綺麗になるんですよ。これがねポリッシャーの面白いところ、磨きの面白いところ。けど難しい。もちろんこだわり始めるとキリがないし、塗装によっても難しさっていうのがいろいろあるので、簡単とは言えないんですが、気持ちくないですか、こうなると。はい、そしたら続いてこのピラーの部分をちょっと磨いていこうかなと思います。ここのね洗車傷がかなり気になっていたんですよ。わかります？アップにするとこんな感じですね。これがすごい気になっていたので、どこまで軽減されるのかちょっとやってみようと思います。そしたら分かりやすくマスキングテープ貼っておきますかね。
でここはかなりシビアそうなので、いきなりウールバフ使うんじゃなくて、このスポンジのバフを使って磨いていきます。でコンパウンドは 3M のウルトラフィーナの超微粒子コンパウンドですね。そしたらちょっと磨いていきます。この辺やりますよ。なじませますよ。はい、一回軽くやりました。どうでしょう。これだけでもかなり軽減されたと思います。わかるかな。やっぱ残ってはいますが、さっきもっと白くポワーってなってたじゃないですか。かなり軽減されてます。でこの深い傷っていうのはこっからどうするかっていうところですよね。コンパウンドを変えるかバフを変えるか、もうちょっとこれで頑張って時間をかけてやってみるか、いろいろ選択肢があるところもまた磨きの面白いところなのかな。はい、2回目終わりました。どうでしょう。さらにいってますね。まだ若干あるけどね。でやっぱ今ちょっとカメラの場所的にこっち側に入り込むのが難しくて、ちょっと磨けてない印象ですね。でこれねやっぱね、僕素人だからよくあるんですが、傷が例えばこの辺に結構残ってますってなった時に、この辺を重点的にウィーン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 って結構やっちゃいがちなんですよ。ダメだと思いながら結構気づいたらやってるんですよね。これやると同じところに熱がどんどん入っていっちゃうので、ここでいきなりコンパウンドが熱でブチブチってこうくっついちゃう時があったりするんですよ。それはあんま良くないので、その傷があってもザーッと他のところ行ってちょっと冷ましながらやる方がうまくいきやすいですね。でこのまま続けていっても良さそうなので、もう 1,2 回ちょっとやってみます。もうほぼいい感じにはなってきてるんですが、3回目終わりました。どんどんこうなっていくんですよ。わかります？ライトがかなり綺麗に映ってますよね。これがさっきとの違いです。あと1回ぐらいやってちょっとマスキングテープ剥がして違いを見ていきますか。こんな感じでいいでしょう。どうでしょう、最初と比べて。はい、もうこの時点で結構大きな違いが出ていると思いますが、まだねやっぱちょっとこのマスキングテープらへん、これがね剥がれるのが嫌だったので、ここやりきれてないから傷が残っているんですが、ちょっと一回剥がしてみますね。こんな感じ。色味も全然違うと思います。楽しいんです。こうした方が分かりやすいかな。両方ともライトを当てた状態で、やっぱこの辺ねちょっとやりきれてないね。まあこういった違いです。分かるよね。で今回僕この部分に関してはちょっと怖いなと思ったので、一番僕が持ってる中で一番優しいやつ、スポンジの柔らかいやつにコンパウンドも超微粒子っていうものを使って何回かやって、このように綺麗になりました。でこれをいきなり例えばウールバフとかでやると磨き傷、オーロラみたいなのが深く入りすぎて、その後のこういう風に仕上げるのが大変になってくるので、どれを使っていいか分かんないって思ったら、一旦細かいやつから、一番弱いやつから時間をかけてやっていくっていうのもありなのかなと思っています。で物自体はすごい良かったですね。何が良かったかって、このもちろん大きさもそうなんですが、これを例えば片手でやった時の安定感っていうのかな、もちろんね両手でしっかりこう押さえながらやった方が安定していいんですが、片手で、僕片手しか使ってません。これでもかなり安定して動かせる。これがね一ついいなと思いました。ちょっとね暴れちゃうかなと思ったんですよ。でマナッチさんもルペスに比べるとちょっと安定感ないっていうか、ルペスの方がやっぱ重みがあって安定感あるみたいな話を確かしてたと思うんですよね。けどこれでも十分安定感ありますよって、言っていたんですよ、動画で。もうほんとその通りで、僕はもうこれで結構十分じゃないのかなって思うぐらい。どんどん綺麗になっていきますけど、一つ言っておきたいのが、この一部分で今もう何回も磨いてるじゃないですか。で磨き屋さんはもうこれを効率化するためにポリッシャーとバフとコンパウンドのマッチングを合わせながらやっていくんですが、僕みたいにあまりその種類持ってない、あと怖くてちょっとよく分かんないから下から頑張っていくってなるとかなり時間がかかるんですよ。しかもこの一部分だけでも僕は何回も今もう磨いています。これを車全体にやるってなるとやっぱ結構大変だよねみたいな感じです。まだ全然なんですが、ちょっと引き続きやってから今日は帰ろうと思います。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらゾーターでいいのかな、
Amazon で購入した小型ポリッシャーですね。こちらを使ってみました。で、これを買った理由は、僕が普段使っている両尾の RSE1250 というパッドが 125mm あるポリッシャー。それだとちょっと磨けない部分、細かい部分をちょっと磨きたいなと思って購入しました。で、ちなみにこちらは 75mm です。で、買う際にマナッチさんの動画をちょっと参考にさせてもらって、良さそうだなと思って購入したんですよ。で、実際に使ってみて、とても満足しております。で、僕もね、その磨きに関しては正直ど素人なので、技術的なところはちょっとアドバイスできないんですが、トライしてみませんかっていう感じ。僕がこの動画で伝えたいのはそこかな。洗車もやっぱ楽しいんですよ。で、磨きもまた違った楽しみっていうのがあって、やっぱそのボディがね、ツヤッツヤになっていく。それをね、見るとね、うわ、やってよかったな。もちろんね、リスクもあります。ポリッシャーで磨いたことによってその磨き傷ができました。それが消せませんとか、白く曇りました。それが消せませんとか、そういったこともあるんですが、けど、やらないとできるようにもならないし、このね、感動を磨きにちょっと興味あるとか、やってみたいなと思ってる方は、ぜひトライしてもらいたいなっていうのが、一つありますね。で、今回、この 75mm 用のバフも購入しました。ザ・ワンっていうところですね。ウールとスポンジの2種類買ったんですが、やっぱね、全然違いますね。コンパウンドは統一してやっていたんですが、ピラーの部分、最後にやった部分っていうのはちょっと傷つきそうだったので、スポンジでやりました。あれね、ウールでやってたらちょっとね、磨き傷が消せなくなっていたんじゃないのかなと思います。で、しかもスポンジであそこまで綺麗になるので、十分ですね。で、だったら他のところもスポンジでリスク面をかなり下げて、磨けばいいじゃんと思うんですが、ボディとかになってくるとやっぱり消せない磨き傷っていうのが出てくるんですよ。スポンジだとなかなか消せないっていう、そこをウールを使うことによって作業効率が良くなるっていうのかな。多分スポンジでも永遠磨いてればなんとかなると思うんですが、やっぱね、すごい時間がかかっちゃう。だからそこがやっぱバフとコンパウンド、あとポリッシャーのマッチングによっていろいろ変えていくことによってできることは同じかもしれないけど、最終的にね、けどその時間効率が全然変わってくるみたいな部分があったりするので、不安な方はね、ダブルアクションのスポンジから始めるのがベターかな。で、コンパウンドもすごい細かいものから始めてみて、そうすると表面はね、すごいかなり綺麗になるんですよ。けどここ消せてないなみたいな傷が出てきたりするので、そしたら他のコンパウンドだったりバフとかいろいろ変えてみて、いろいろ試してみる。やることによってね、気づくこともたくさんあるので、ぜひトライしてもらいたいなと思います。それと、不安な方、千葉県なんですが、マナッチさんのところで体験っていうのかな、実際に教わりながら自分の車を磨いたりすることもできるみたいなので、そちらもかなりおすすめですね。だからマナッチさんってすごいですよね。その自分のやっぱ磨きっていうビジネスの中で誰かに教える、もちろんそのプロと素人の差だったり、あとは時間がかかるから預けたいっていう人もいるとは思うんですが、もう自分でやっちゃおうっていう人も出てくるはずなのに、そこをね、惜しみなく指導してくれると、それはね、すごいいいなと思いました。僕も近々もう一回ね、ちょっとマナッチさんのところに行ってちょっと車丸々1台磨くみたいなやってみたいなとは思っております。とりあえずね、素人がゾタという 75mm のダブルアクションポリッシャー使ってみましたが、もう十分満足しております。で、金額も1万円あれば買えるので、そこからね、バフとかコンパウンドとか揃えるとまたちょっとお金はかかっちゃうんですが、第一歩としてはね、かなりありなのかなと思いました。けどやっぱサイズが小さいので広い面磨くってなると大変です。そういった場合は 125mm の両尾の RSE1250 でもいいし、マナッチさんがおすすめしたアストロプロダクツのダブルアクションでもいいのかなと思っています。これはあくまでね、その大きめつか 125mm のものを使ってて、いや、ここ磨けないなってなってきた時に買うとさらに便利になるのかなといった感じです。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。